こんにちは。今日は靴を完成させます。前回ソールの仕上げをやりましていい感じになっているので、今回はアッパーを磨く前に少し染めて表情をつけていきたいと思います。まずはこの仮のビニール紐を切っていきます。でこの靴アッパーを手染めしてるんですけど、つま先をアンティーク仕上げにしつつ、このソールに近い部分を少し色を暗めにして立体感を出していきたいので、このリーガルアンティックっていうクリームですね。これは磨き用のクリームじゃなくて靴の仕上げとかに使うような、工場で使うようなクリームなんですけど、色は濃い茶です。かなりドロッとしたクリームですね。これを少し歯ブラシに取ってほんのちょっとですね、靴に塗っていきます。つま先のあたりを中心にまずは塗っていきます。これは乳化性のクリームと違って表面に色が塗るというよりは染まりますね、皮が。ウェルトとアッパーの境目のあたりも少し暗くしていきます。つま先部分はもう少し色濃くしたいので、この染料を使っていきます。少し布に取ってなんとなくこんな感じになりました。ちなみにここの色が濃いのは、これアッパーを染めた時にランダムにね濃くしてあった部分です。今はこの部分を重点的に濃くしました。じゃあ靴クリームで磨いていきます。まずは保湿ザクリームですね。この手で塗り込んでいきます。このアンティーク仕上げはエドワード・グリーンが結構やってますね。つま先部分を濃くするっていう仕上げなんですけど、僕はどっちかというとつま先が濃くなるんじゃなくて、ピエール・コルテがやってるようなつま先が薄くなる方がなんとなくね好きなんですけど、今回はあえてエドワード・グリーン方式、つま先部分を濃くするタイプでやってみました。つま先部分の色が薄くなるのは結構独特な雰囲気が出るのに対して、つま先部分が濃くなるのは割とよく見る一般的な仕上げかな。ではこのサフィールのクリームニュートラルです。無色のクリームを塗っていきます。はい、クリームは OK ですね。でここでワックスかける前に木型抜いちゃいます。ワックスかけた後に抜いたりかける前に抜いたりしてるんですけど、これはね気分です。ちなみに履き口のラインはかなりしっかり木型に沿ってますね。どうかな、抜けやすいか抜けにくいか力勝負です。いいよはい、割とスムーズに抜けました。でこの部分かかとが下がらないように残してあったライニングをカットします。はい、で靴の中見るとこのインソールのここですね、鉢巻きと本底と中底を貫通させた木釘ですね、これが飛び出てます。なのでこれをカットします。これねトゲトゲしてて履けないですね、このままだと。
カットしたんですけど、まだちょっとボコボコしてるので、このポンチで叩いて潰しておきます。じゃあ最後にワックスを使って磨いていきます。このヒールの部分、積み上げの皮とうちのコバ、ここにも塗っておきます。表面磨きをしていきます。最後に靴紐を通します。茶色い平紐です。はい、こんな感じでデザインはアデレードっていうタイプで、この紐の穴の周りをこうぐるっとね囲むようなデザインになってます。でここに穴飾りとつま先にも穴飾りを入れてますね。でここの革はかなり大きく贅沢にとってまして、ここずっと1枚でつながって、かかとの内側のこの部分でこんな感じで縫い割りをしてありますね。つま先はこんな感じでスクエア頭ですね。四角めなつま先で、サイドのエッジ部分がかなりね鋭く立ったような木型になってます。はい、でソールを見るとこんな感じです。前部分には滑り止めのハーフラバービブラム社の薄いゴムですね、これ貼ってあります。でウエスト部分はフィドルバック、ウエストの中央部分を少し尖らせるようなそういう衣装をやってます。でここのウエスト部分はベベルドウエスト、この底縫いの糸がここでグッと見えなくなって、このソールのウエスト部分を細く絞るというね、そういう見た目の問題ですけど、そんな感じのことをやってます。今回特にこだわったのがこのソール周りの仕上げなんですけど、この小判のところ、この目付け SPI12 番っていう、2ミリ間隔ぐらいのギザがついてるんですけど、これのねこの均一さっていうところをかなり目指しました。小判のエッジをパキッと立たせて、このギザを均一につけるっていうのをこだわりましたね。確実にその思い描いたことは実現しつつあるような気がします。まだまだあらは気になるところなんですけど、それとこのヒールですね。この光沢感ももちろんそうなんですけど、このヒールの顎のラインの正確さとか、ヒールとアッパーの境目、ヒールシートとか言ったりしますけど、このラインの正確さを意識しました。このヒールがね綺麗に決まってると、すごく靴として高級感が出るというか、すごく正確に作られてるんだなっていうのがね分かりやすくここに出てくるので、今までも気にしてたんですけど、今回かなり頑張ってみたところです。でこのアッパーですね。このアッパーはこんな感じのもともとベージュ色だった素揚げの皮、これを染色してこんな感じのムラ染めな感じにしてみました。拡大してみるとこんな感じです。ここはかなり色が濃いですね。この辺が色が薄かったりと、このムラ感は全体にこうランダムにね配置してあります。でさらに最後、このつま先の部分をアンティークフィニッシュ、濃いめの茶色に染めて、もうすでにエイジングしたかのようなヴィンテージ感あるような、そんな雰囲気になりましたね。今回このシンプルなアッパーということで、すごくねかかとがシンプルで映えるんですけど、シームレスヒールです。真ん中に継ぎ目がないヒールで、
すごいこの丸みといい色といいかなり好きな雰囲気ですね。感じで結構木型もね抑揚があってエッジの効いた木型なんで光に照らした時にこの反射のね光のラインがちょっと面白いですね。作っててねやりすぎちゃったなっていう部分も実はあるんですけど、そんなことも含めていろいろかなり勉強になった靴でしたね。ということで、手染めアデレードの靴が完成しました。この靴は父親に作った2足目の靴で、1足目の靴は、10ヶ月ぐらい前に作ったんですよね。その時から比べるとかなりねもう全然違った履き心地もそうだし、この見た目の美しさっていうところもレベルアップしてます。でその辺の比較動画プラス最初の1足目のエイジングなんかはまた別の動画にしてみようと思うので、よかったらそちらも見てみてください。この靴の最後は父親に履いてもらって終わりにしたいと思います。仮靴をねちゃんと作ってるんで、フィッティングはねそこまでビクビクはしないんですけど、それでもやっぱりねこれ時間かけて作ってきたものが実際どうなのかなっていうところはドキドキな瞬間ですね。履いてもらった写真とかこの靴のディティールの写真とかはまたインスタグラムの方にアップしますので、よければそちらもチェックしてみてください。ということでまた次の靴作り動画でお会いしましょう。